皆さんお待たせ、ソーシャルゲームラボの大地です。今回は2025年名作シリーズの最新作から幻想と科学が交差するインディーの注目作まで、今アジア圏のゲームシーンがとんでもない盛り上がりを見せています。今回はその中でも特に注目度の高い新作タイトルをジャンルも世界観もバラバラな5本に絞ってご紹介しますので、ぜひ最後までご覧くださいませ。チャンネル登録をお済みでない方はぜひこの機会にチャンネルの登録と動画の高評価ポチッとお願いします。それでは曇りなき眼で見てまいりましょう。ソーシャルゲームラボ。最初に紹介するタイトルは2025年人気シリーズマブラブから全く新しいアプローチで届けられる最新作マブラブガールズガーデン。本作はフルオートバトル放置育成をベースとしたスマホ PC 向けの放置系 RPG。 舞台はザルトゥーム学園という学園都市。人類が地下に築いたこの拠点で少女たちはメイズと呼ばれるダンジョンに挑み MG パイロットとして戦いと成長を重ねていきます。プレイヤーはこの学園に赴任した教官となり、彼女たちと絆を深め戦闘を支えながら物語を追っていくことになります。そもそもマブラブとは何なのか知らない方のために簡単に紹介すると、2003年に PC で発売されたビジュアルノベルマブラブにまで遡ります。当初は学園ラブコメとして始まりながら、続編のオルタネイティブでは一転して人類滅亡をかけた戦争 SF へと突き落とされる構成が多くのユーザーを衝撃と感動へと誘いました。タイムリープ、並列世界、圧倒的な絶望の描写、そしてそれを超えていく熱い展開、うつゲーとも言われながらキャラクターたちとの絆と覚悟が描かれる物語は以降の作品にも大きな影響を与える存在となり、今なお根強いファンを持つ伝説的 IP です。そんなマブラブシリーズの最新作がマブラブガールズガーデン。今回の新作はこれまでのようなハードな戦争描写から少し距離を置き、ライトな学園生活と放置育成 RPG という気軽に楽しめる路線で構成されています。ただし手抜きではありません。原作スタッフである田代隼人氏をはじめ、メカニックデザインの稲田航氏、キャラデザにはシノ氏やフロピー氏といった豪華クリエイター陣が集結。さらに放送コンテンツや PV、 キャラボイスなども展開され、遊びやすくでもしっかりマブラブという絶妙なさじ加減を目指した設計が感じられます。また戦闘面ではメイズという特殊空間でのオートバトルと放置報酬要素を組み合わせ、育成探索シナリオ進行が緩やかにリンクするようなテンポ感に、キャラ同士のコミュニケーションや学園ドラマも展開されており、まさにマブラブを知らない人でも入りやすい、そんなシリーズの入り口として機能する一作です。現在事前登録キャンペーンも好調に進んでおり、今後の正式サービスに向けて続報や新キャラ情報が次々と公開されています。マブラブって名前は聞いたことあるけどちょっと重そう、そう思っていた人にこそこのガールズガーデンでマブラブの新たな世界を覗いてみてほしいです。重厚な世界観とライトな遊び心がここに絶妙なバランスで融合しています。シリーズの新しい入り口として、そしてファンにとっても意外性と魅力に満ちた一作としてマブラブガールズガーデン注目タイトルです。僕もこれを機にアニメを全部見てみようと思います。2025年第4四半期、中国の大手ゲーム企業テンセントが新たに送り出す注目作ロコキングダムモバイル。プレイヤーは魔法学院の新入生として広大なオープンワールドを自由に探索し、精霊と呼ばれるモンスターたちと絆を結びながら冒険を進めていきます。この作品はただの収集育成ゲームにとどまらず、他のプレイヤーと世界を共有しながら生活するような感覚で遊べるのが大きな魅力。フィールドでは他プレイヤーとすれ違い、共に冒険したり、ゆるく交流したりと、一人でもみんなでも楽しめる仕組みが丁寧に作り込まれています。そもそもロコキングダムというシリーズは、2010年に PC ブラウザー向けにスタートした中国初の魔法世界とモンスター育成オンラインゲームで、中国国内では子供たちにとってのポケモン的な存在。可愛いモンスターたちを集めて育て冒険し、時には戦わせるという要素に魔法学校という世界観が重なり、最大同時接続者数は440万人という驚異的な人気を記録。
アニメや映画にも展開され、当時の小中学生を中心に多くのファンを生んだ長寿 IP です。そんな人気 IP の完全新作として帰ってくるのがこのロコキングダムモバイル。本作では過去作の精霊たちに加え、新たな仲間やマップ、そして育成、バトルシステムが大幅に進化。精霊には個体差やスキルの違いがあり、同じ種類でも全く異なる戦術や育成方針が生まれます。図鑑を埋めるだけでは終わらない、理想の一体を追い求めるという奥深い育成要素も健在です。開発にはシリーズを手掛けてきたベテランクリエイターたちが多数再集結し、子供の頃に遊んでいたあの王国を今の時代に合わせて届けたいという強い意志を持ってプロジェクトが進められています。フィールドでの共闘や交流機能、バトル演出や育成テンポなども現代仕様にアップデートされ、ただの解雇作品ではなく、しっかりと今のプレイヤーに刺さるよう設計されています。そして注目すべきは、本作がただのポケモン風なだけではないという点です。中国国内のファンからはポケモンに対するリスペクトがしっかり感じられるからこそ、ロコキングダムモバイルはただの模倣ではなく独自の価値を持った IP になったとの声が多く上がっており、その背景には精霊たちのオリジナルな設定や世界観作り、シリーズを通して守られてきた一貫性があるようです。数多くのポケモン風作品が消えていった中で長く愛され続けてきたという事実は、それだけでもこのシリーズの実力を物語っています。ただしこれまでの中国国内に限った展開だったロコキングダムシリーズも、今後はオンライン化やクロスプラットフォームの波に乗り、グローバル展開が視野に入っていることが予想されます。これまで国内では好意的に受け止められてきたポケモン風な要素も国境を越えた時にどのように評価されるのか、懐かしさと現代性を両立させたこの作品が海外プレイヤーにも受け入れられるかどうかは、今後の動向を見守る上で大きな注目ポイントになりそうです。ロコキングダムモバイルはかつての思い出を現代に再構築し、冒険の喜びと育成の奥深さを新たな形で届けてくれる作品です。興味のある方はぜひチェックしてみてくださいませ。続いて紹介するタイトルは2025年7月29日スマートフォン向けに配信が始まった新作ファンタジー RPG 名もなき者の歌。このゲームはどこか懐かしいドット絵のビジュアルに現代的なテンポと手軽さを融合させたクラシックモダンな RPG。画面を開いた瞬間、かつての名作たちを思い出すような温かみと、今の時代ならではの快適さが同時に広がっていく感覚。それが本作ならではの魅力です。舞台となるのは神々が姿を消し、終末の影が迫る世界9回。プレイヤーはバルキリーの導きにより名もなき英雄たちと共に蘇り、邪神によって崩壊しかけたこの世界を救う旅へと挑みます。登場するキャラクターは100人を超え、それぞれがウォーリアー、アサシン、メイジ、プリーストといった役割を持ち、火、水、風、地、光、闇の属性が戦略に深みを与えてくれます。戦闘は基本的にオートで進行ですが、キャラごとのスキルや組み合わせによって戦局が大きく変わるのがポイント。タレントと呼ばれるパッシブスキルがそれぞれ異なり、単なる育成ゲームとは違う編成の奥深さが味わえます。さらに放置システムを活用すれば、アプリを閉じている間にも資源や経験値を獲得できるため、日常の合間にも着実に育成が進むのが嬉しいところです。また戦闘だけではなく、農園での栽培、鉱山での採掘、幻獣の育成、迷宮探索、 PVP などやり込み要素が幅広く用意されており、何をしても育成につながっていく動線が自然に組まれています。縦持ちでプレイできる仕様もあり、片手でサクサク進められる点も好評で、音楽にもこだわりが光ります。重厚で壮麗なオーケストラ風の楽曲が戦いや冒険の高揚感を演出し、物語の世界観としっかりとリンクしています。名もなき英雄たちの歌というタイトルにもふさわしく、まるで女子誌のような BGM がプレイヤーの心を掴んで離しません。サービス開始時には1000連無料ガチャや SSR 確定などの大盤振る舞いな施策も用意されており、これから始めるプレイヤーにも優しい構成。
序盤から強力な仲間と出会える機会が多く、気持ちよくゲームの世界に没入できます。名もなき者の歌は懐かしさに寄りかかるだけではなく、今の時代の RPG としてきちんと進化を告げた作品。忙しい日常の中でもふと立ち寄って誰かの物語に触れたくなるような優しいゲームです。リリース済みなので、もし容量に余裕があればプレイしてみてくださいませ。ソーシャルゲームラボ。続いてのタイトルは2025年幻想と崩壊が交差する近未来を舞台に静かに話題を集めている新作アクションゲーム Green Dream The Voice of Time。 本作は中国上海のインディーゲームスタジオ Green Dream Studio が開発を手掛ける完全オリジナルの横スクロール型アクション RPG。 対応プラットフォームはモバイルと PC。 インディー作品ながらも完成度の高いビジュアルとゲーム設計で今や大型IP と並ぶほどの注目を集めています。物語の舞台は大侵食と呼ばれる異常現象によって世界が崩壊し始めた終末の地球。プレイヤーは時空管理局の隊長として人類最後の希望を胸に仲間たちと共に奇想と呼ばれる汚染に満ちた世界を駆け抜けていくことになります。文明の残骸が残る都市や重力がねじれた浮遊空間、時間が交差する遺跡など一つ一つのステージが幻想的でプレイするほどに世界観へと引き込まれていきます。横スクロールながら戦闘システムは非常に奥深く、立体的なマップを駆使して回避、空中コンボ、パリ、仲間との連携など多彩な操作が可能。プレイヤーは操作スキルによって戦闘の難易度や爽快感が大きく変わるため、手応えを求めるゲーマーにも響く仕様となっています。そしてこの作品の完成度を裏付けるのが2024年末に実施されたベータテストで、グラフィックの美しさと操作感、ボス戦の緊張感が高く評価され、ユーザーたちの間で一気に注目度が上昇。ゲームプラットフォームタップタップでは 9.3 という高スコアを記録し、事前登録者数もすでに70万人を突破しております。コミュニティ内ではこれほど美しく、しかも操作が気持ちいい横スクロールアクションは久しぶり。操作と演出が一体化して心地よいといった称賛の声が続出する一方、これまでの量産型アニメ風アクションとは明らかに違うといった他作品との差異に注目するコメントも見られました。インディー作品でありながら細部にわたる作り込みは AAA タイトルにも引けを取らないクオリティです。ビジュアル、音楽、キャラクター、物語、それぞれが有機的につながり世界を生きるという感覚をプレイヤーに与えてくれる作品。アクション RPG としての真の強さと世界観への没入感を両立させた Green Dream The Voice of Time は次なる注目作として期待されております。気になる方はぜひチェックしてみてくださいませ。続いてのタイトルは2025年空に浮かぶ島々を舞台に新たな時代のヒーローシューターが始動しました。タイトルは運命のトリガー。アニメ調のキャラクターたちが超能力と銃撃を駆使して戦う本作は中国のサロアシススタジオが開発を手掛ける注目のバトルロイヤル系アクション FPS です。現在は Steam を通じて PC 向けにクローズドベータテストが実施中で、正式リリースは2025年内が予定されています。このゲームの特徴は何といってもスキルと射撃の融合。プレイヤーはアウェイクナーと呼ばれる超能力を持ったキャラクターたちを操作し、それぞれ異なるスキルと武器を使い分けながら戦場を駆け抜けます。最大100人によるバトルロイヤル形式を軸に8対8のチームバトルや小規模マッチモードなども用意されており、プレイスタイルに応じた多彩な遊び方が可能です。またアンリアルエンジン5を採用し、高精細なビジュアルも本作の大きな魅力。アニメ調のキャラクターデザインとフォトリアルな背景表現が見事に融合し、プレイ中も映像作品のような没入感を味わうことができます。ステージには折りたたみ式のバイクや防御用 SUV といったギミックも登場し、単なる打ち合いでは終わらない戦術の幅を感じさせてくれます。ベータテストに参加したプレイヤーからはキャラクターごとの個性やスピーディーなアクション性に対して高い評価が寄せられています。操作のキレが良く、エフェクトも派手で気持ちいい。キャラの動きが軽快で直感的に遊べるといった声が多く、今後のブラッシュアップ次第では人気タイトルに化ける可能性を感じさせる内容となっています。その一方でグラフィックは美しいけどマップや建物の作りが少し単調に感じる。
似たようなバトルモードが多く、やや飽きが早いといった改善要望も出ており、ゲーム全体のバリエーションやテンポ感については引き続き調整が求められている印象です。特に既存の Apex や Valorant といった競合タイトルと比べる時の独自性が問われる局面に差し掛かっています。それでも運命のトリガーには他にはない空気感があり、アニメ的な表現とリアルな射撃アクションの絶妙なバランス、そして世界観に漂うミステリアスな終末感。今後はキャラクター追加やクロスプラットフォーム展開なども期待されており、グローバルなファン層の取り込みも意欲的な姿勢が伺えます。アニメと FPS の新たな可能性を示す運命のトリガーは、今年注目の一本としてその存在感を強めつつあります。ちなみにサロアシススタジオは今回 TGS の出展が決まっており、同社が展開するリワイディングケイデンスとどちらが出展されるのか気になるところですね。個人的には両方出展してくれることを望んでおります。ソーシャルゲームラボ。はい、今回はジャンルの違うバラエティに富んだ内容でお伝えしてまいりましたが、いかがでしょうか。視聴者2期の中でも何か刺さるものはあったのではないでしょうか。今回紹介したもの以外にも視聴者2期が気になっているタイトルがあれば、ぜひコメントで教えてくださいませ。ということで、この動画良かった、参考になったという方はぜひチャンネルの登録と動画の高評価ポチッとお願いします。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。